まくならない人の特徴としてですね、自分に都合よく考えてしまうというような話をしていきたいと思います。人ってさ、やっぱ自分に都合いい情報をいっぱい集めたくなるよねとか、自分に都合のいい考えとか解釈をしちゃうよねっていうのは、これ多分誰もがそう思うことだし、むしろそうしないと生きていけないしやっていけないと思うんですよね。人って多分ネガティブに捉えてる人っていうのは、じゃあ自分に都合悪く解釈してるじゃないかというふうに思いがちですが、実はそれもですね、自分にとって都合よく解釈してるんですよね。ああ、私はダメなんだ、できないんだ、どうせ下手なんだ、だからやる必要ないよねってなるんですよ。実はですね、私はネガティブなんだというですね、これこそが実はね、その人なりの、最適化戦略を実は無意識にとってるんですよ。だって楽じゃん。自分できないと思ったら楽じゃんね。だし何もしなくてもいいんだもんね。っていう風に実はですね、誰もが自分に都合よく物事を多分無意識にその本人の今の思い込みの中での最適化を多分してるんじゃないかなと思います。僕はそんなにうまく書けなかった時にどう思ってたかっていうと、やっぱりね、一番都合悪く考えることですよね。一般の方はですね、残酷なほど興味がありません。我々の表現物に対して悲しいですが、はい、いくらですねアニメ業界でトップクラスの技術があろうが、頑張って作ったんだよっていうものだろうが、ごめん、知らない、それ聞いたことない、これで終わりです悲しいそんなもんなんですよ。一概に自分が一番頑張った仕事なんてですね、別に誰も見やしないんですよ。自分の頑張りとですね、周りの評価というのはですね、このぐらい乖離してるんですよ。これがですね、創作者における宿命なんですよ。あなたがどんだけ頑張ろうが頑張らなかろうが、手を抜こうが手を入れようが、見てるお客さんにとってはどうでもいいことなんですよ。それを知ってください。でも僕ね、この残酷性はですね、最初から知ってたし意識してました。ラーメン屋の裏方の親父の苦労なんてみんな知りゃしないでしょ。そんなの見えないじゃん。ただなんとなく良かったね、美味しかったね、また来たいね、まずかったね、もう来ないかな。皆さん消費者っていうのはですね、核も残酷なんですよ。皆さんはそれを無意識にやってるはずです。そして皆さんが他人に何か絵を見せるときというのはですね、その消費者に向けて見せるので、やはり残酷な、無関心というものにさらされることになるんですよ。これを覚悟の上でやはり発信しなければいけないわけですね。強い格闘家は、強い相手をね、シャドーボクシングするみたいな話がね、バキに出てくるんですね。絵描きもやっぱりですね、強い、あるいは厄介な、分かってくれないかもしれないっていう視聴者を自分の中で飼っとくんですよ。創作者としての自分と観客としての自分、そういう意味ではめちゃくちゃ絵描いてて分かりやすいのは、引きで見て、あるいは目を細めて見て、これ何なんだろうっていうのを分かるかっていう、この自分に対しての疑いですね。自分に対するツッコミで、結局これ面白いのつまんないのみたいなね。で薄めで見てどうかなっていうのを見てみて、またこう書き込む。要するに大事なことは、その人にどう思ってほしいかという意図と自分のその感じ方が一致していることが大事なんです。絵のうまさってね、いろんな種類があるから、一概には言えないけど、僕が思うにですね、本当僕より絵うまいなと思う人はもう極端に言って一つです。もう結論一つです。もうこれだけです。何かを大好きであることですよ。そしてそれを再現したいという気持ちが強いということですよ。もうこれだけです。もう超シンプルです。例えば、有名なプロ野球選手、なんだっけ、大谷翔平だっけ、ああいうのも多分イチローがすごい好きなんですよ。分かんないですけど、なんかね、ああいう人って大体ですね、何かがめちゃくちゃ好きなんですよ。でそれになろうと思ってひたすらそれだけにピンポイントに目指して、ひたすらそれだけやるんですよ。もうそれですよ。それだけですね、はっきり言って。僕よりだから同世代でうまいなと思ったアニメーター、それだけですもん、やってること。めちゃくちゃシンプルなんですよ。自分のゴールが決まってるんですよ。あの人みたいにうまく描けるようになりたい。でその人はどういう風に描いてんだろうか、ひたすらもうそれだけです。もうそれを再現することに集中してます。それだけです。そしたらですね、なぜかその人がまるでオリジナルかのようにですね、
本人と同レベルか、あるいは他のものも結局好きだったりするんで、その組み合わせによってその人のオリジナルになってくるんですよ。だんだん、その人の持ち味になってくるんですよ。シンプルにそれだけ。その思いが強いか弱いか、それだけです。はい、何かが大好きで何かを再現したいという気持ちが強い人、もうこれだけです。はい、これが上手い人の特徴です。でその要するにピントがボケればボケるほどだんだんですね分散して、僕ね多分ねそこまでじゃないんですよ。だから分散してるから、こうやって教育とか別の方に若干流れてってですね、本当にピンポイントにこれだけをやりたい、これが好きっていう人の方がやはり、何でしょう、一つを突き詰めていくっていう意味ではやっぱり高みに登ってきますね。それは間違いないです。